クライアントとの契約前、彼にコーヒーをおごった。彼が一口飲んだその1時間後、彼はひどい食中毒で救急搬送された。翌日、彼は私との取引をキャンセルし、病院送りにした張本人であるインターンのバネッサと契約した。婚約者のブランドンは私を慰めようとした。事故だったんだ。自分を責めるなよ。私はうなずき、打ちのめされた気分だった。しかしその後、彼が友人たちに自慢しているのを耳にした。バネッサが契約を取れるように、あのコーヒーに下剤を入れたんだ。今年の最優秀社員賞は彼女のものだな。でもスカーレットもそのボーナスが必要なんじゃないの？手術の費用に充てるって聞いたけど。ブランドンは鼻で笑った。たかが一人のクライアントだよ。彼女に実力があるなら、また別の客を見つけられるだろ？私の唇に冷たい笑みが浮かんだ。覚えてなさいよ、ブランドン。私は新しいクライアントを見つけられるだけでなく、新しい婚約者だって見つけられるんだから。インスタグラムを更新した。新しい投稿が表示された。初めてのマイホーム、全部私のもの。写真には、勝ち誇った笑顔で不動産権利証を掲げるバネッサが写っていた。コメント欄は同僚たちの祝福で溢れていた。しかし、ブランドンのコメントが私の目を引きつけた。我らが未来の2025年度最優秀社員、おめでとう。私は苦笑いをこらえた。去年、その称号は私のものだった。5年間、私は一日も休まずに働き続けてきた。皆、私が金に必死なのは知っていた。誰一人として、私が一人で家族を支える重荷を背負っていることに気づかなかった。医療費は積み上がり、ゆっくりと私を息苦しくさせた。私は一度、仕事を掛け持ちで移動中、地下鉄のホームで倒れたことがある。ブランドンはそのすべてを見ていた。時々、遅番の後、車で家まで送ってくれたこともあった。私が手に負えないクライアントについて愚痴をこぼせば、耳を傾けてくれた。まさか彼がバネッサのために私を裏切るとは思いもよらなかった。涙が熱く止めどなく私の方を伝って流れた。ちょうどその時、私の携帯が鳴った。母の担当医からの電話だった。お母様が亡くなられました。本当に申し訳ございません。もしもっと早く手術ができていれば希望はあったかもしれません。葬儀の手配をどうやって済ませたか私は覚えていない。そのぼんやりとした日々の間、ブランドンから何度も着信があった。しかし私は一度も出なかった。初めて彼は不安そうに見えた。私がオフィスに入った瞬間、彼は私の行く手を遮った。どこに行ってたんだ？君は休んだことがないのに。彼の表情には心配はなく、ただコントロールを失ったものの冷たい苛立ちしかなかった。私は返事をする気にもなれなかった。私が立ち去ろうとするのを見て、彼は私の腕を掴んだ。どうしたんだ？数日会わないうちに別人みたいになって。私が答えようとする前に、バネッサが突然現れた。ブランドン、手伝ってくれない？ブランドンの注意は瞬時に彼女に向いた。どうした？ゆっくり話して。バネッサは唇を噛み、後悔とほんの少しの自己憐憫をにじませた声で言った。先週アパートの頭金を払ったばかりなの知ってるでしょ？リフォーム代は足りると思ってたんだけど、予算がパンクしちゃって。業者はもう始める準備ができてるし、私は完全に無一文なの。みんなに頼んでみたんだけど、誰も貸してくれなくて。本当に困っちゃって、だからあなたに来たの。ちょっと。ブランドンは彼女が言い終えるのを待たなかった。彼はその後、ためらいもなく電話をかけ、淡々とした口調で言った。ダウンタウンのあの結婚用の家屋、
今すぐ売りに出してくれ。値段はいくらでもいい。今日中に売却しろ。ああ、いくら損しても構わない。支給金が必要なんだ。早ければ早いほどいい。バネッサは目を拭い、悲しげに装い、声を詰まらせた。そんなブランドン。あの家は場所が良いんだから、すごく値上がりする可能性があるのに。今売ったらもったいないわ。それに、あれはあなたが結婚するために用意した家でしょう。スカーレットが承諾しないわ。そう言うと、彼女はこわごわと私を一別した。それを見て、ブランドンは口をついて出た。彼女が承諾しなくたって、どうだっていいだろ？彼女の家じゃないんだから。彼はバネッサの前に立ち、暗い目で私を睨みつけた。スカーレット、もう少し寛大になりなよ。バネッサがこの町で一人で生きていくのは簡単じゃないんだ。理解を示すべきだろ。それに結婚式だって借りればいいじゃないか。俺がお前と結婚してやるって言ってるんだ。それ以上何を望むんだ？私はその場に釘付け毛になり、血の毛が一瞬で引いていくのを感じた。彼の目には、私が必死で彼との結婚を望んでいるように映っているのだ。彼が私と結婚してやるということが、私への最大の贈り物だと。しかし、彼は考えもしなかった。私に女友達になってくれと懇願したのは彼だったということを。さらに滑稽なことに、彼はバネッサのために私たちの結婚式用の家を売ろうとしていた。父が ICU に入院していたとき、医師が病危う通知を持ち、サインを求め、支払いがなければ薬を止めざるを得ないと言ったのを思い出した。私は反響欄で泣きながら、ブランドンに10万ドル貸してくれと懇願し、借用書にサインすると約束し、後で骨身を削って彼のために働くとまで言った。しかし、彼はその時なんと言ったか？彼は言った。あの家はまだ値上がり中だ。今売ったら損が大きすぎる。それに、あれは俺たちの結婚式用の家だ。結婚前に売ったら縁起が悪い。今、バネッサはただリフォーム資金が必要なだけなのに、彼は一瞬のためらいもなく、目も瞬きせずいくら損しても構わないと言って家を売ろうとしている。どうやら彼の心中では、私の母の命は、バネッサの新しいアパートのリフォーム代にも及ばないらしい。私は無表情で真正面を見た。売りたければ売ればいい。どうでもいいわ。ブランドンの目に気づかれもしない一瞬の動揺が走った。彼は何か言いかけたが、言葉を飲み込んだ。私は振り返って数歩歩き出したが、その時、突然手首が温かい握力で捉えられた。ブランドンの喉仏が数度上下してから、彼は声を絞り出すように言った。俺、ここ数日で自分のプロジェクトを片付ける。今週中に絶対に時間を作って、君のお父さんに会いに行く。彼の最大の願いは、俺たちが結婚するのを見ることだった。その時、結婚式の詳細を話し合おう。私は彼の真剣な顔を見つめ、母が入院している間、彼が一度も見舞いに来なかったことを思い出した。母が一時的に意識を取り戻し、彼に会いたがった時でさえも。彼はバネッサの引っ越しを手伝うか、バネッサの犬を獣医に連れて行くかで忙しかった。結局、母は彼に二度と会うことなく亡くなった。今、彼はまるで恩恵を施すかのように見舞いに行くと言っている。それはまるでガラスの破片を一つかみ飲み込むようで、喉が破片で切られるように痛んだ。結構よ。私は冷静に彼を見た。もう必要ないわ。そう言うと、私は素早く立ち去り、二度と彼を見なかった。何もない仮部屋に戻ると、クララおばから電話がかかってきた。他の都市の会社が私に興味を持っていて、現在の給与の3倍で引き抜きたいと言っているらしい。興味があるかと聞かれた。私は一瞬のためらいもなく承諾した。
この町に私が未練を残すものはもう何もなかった。翌日、会社に辞表を提出しに行った。ちょうどその日、社長が全員をディナーに招待していた。食事中、誰かが真実か挑戦かをしようと提案した。最初の数回は無難に進んだ。そして、バネッサが挑戦を選んだ。彼女は部屋の中の誰かにキスするよう挑戦された。彼女の目が私の方に向かい、それから彼女は指を上げ、まっすぐにブランドンを指さした。じゃあブランドンで。ただのゲームだから、スカーレット、気にしないでね。個室は一瞬にして静まり返った。かつて、一人の女性が私の目の前でブランドンに告白したことがあった。ブランドンははっきり断れず、その女性の花をしぶしぶ受け取った。次の瞬間、私はそれを奪い取り、ゴミ箱に投げ入れた。私を知る者なら誰でも、私が敬意を欠いた行為を見逃すような人間ではないことを知っていた。もし私の関係をもてあそぶような者がいれば、私はためらうことなく大騒ぎを起こしたものだ。同僚たちはさりげなく私の方を見て、私の反応を待っていた。しかし、私はただテーブルから水のグラスを取り、一気に飲み干し、それから大きな拍手をした。やれ。やれ。私は笑いながら応援した。ただのゲームだよ。みんなの楽しみを台無しにしないで。同僚たちは呆然と私を見つめ、まるで初めて私を見るかのようだった。ブランドンの視線は、探るようなものから完全に信じられないというものに変わった。彼は口を開き、何か言おうとしたが、私の拍手が彼の声をかき消した。バネッサは明らかに私のこの反応を予想していなかった。彼女のこびた表情は固まり、それからすぐに作り直された。次の瞬間、彼女はつま先立ちになり、ブランドンの唇に深いキスをした。ブランドンは硬直して私を見つめ、その目には葛藤とためらいが満ちていた。数秒後、彼は腕をバネッサの腰に回し、そのキスに応じた。彼らの動きはより激しく、より絡み合っていった。周りから歓声が上がった。しかし私の耳はブンブン鳴り、何も聞こえなかった。ずっと昔、ブランドンが酔っ払っている時に、ある女性がこっそり彼にキスしたことを思い出した。私が知った時、一晩中泣き、目はくるみのように腫れていた。あの時、ブランドンは私を抱きしめ、丸一日慰めてくれた。彼は私の好きなイチゴケーキを買い、私の前にひざまずき、真剣に誓った。ベイビー、君が身体接触にうるさいのは知ってる。他の女には絶対に触らないって約束する。あの頃、彼の目は誠実で、口調は固く、私に強い安心感を与えてくれた。しかし今、彼は私の目の前で、別の女性と熱烈にキスをしている。あのすべての約束は忘れ去られた。私はもう手放すことを決めていたのに、それでも痛みは私を引き裂き、骨に達するほど鋭かった。3分後、彼らは顔をあからめて引き離れた。バネッサは口を拭い、笑顔を作ったが目は笑っていなかった。ごめんね、スカーレット。ただの馬鹿げたゲームよ。真に受けないでね、お願い。彼女の口調は謙虚だったが、その目には紛れもない挑戦が宿っていた。ブランドンはシャツの裾を握りしめ、指の関節が白くなり、私が以前のようにテーブルをひっくり返して騒ぎを起こすのではないかと怯えていた。私はフォークを置き、テーブルからティッシュを取って口を拭い、感情のかけらもない冷静な声で言った。大丈夫、ただのゲームだよ。みな楽しんでね。それから私は優しく微笑んだ。ブランドンの目は瞬く間に暗くなった。先ほどまでの緊張は消え、言いようのない失望にとって変わられた。彼はまるで他人を見るような目で私を見た。辞職手続きが完了した後、私は南へ引っ越すための荷造りをした。
ブランドンの新しい家に木製のロッキングチェアがまだあるのを思い出した。それは母が私への結婚祝いとしてみこぜかけて作ってくれたものだった。今、それは母が私に残してくれた唯一の形見、彼女の遺品だった。私はそれを持っていかなければならなかった。暗証番号を入力するとき、私は本能的に自分の誕生日を打ち込んだ。エラーが表示された。打ち間違えたと思い、もう一度試したが、やはりエラーが表示された。3度目は試さなかった。指紋スキャナーに親指を押し当てた。アクセス拒否。私の指紋は削除されていた。携帯を取り出してブランドンに電話しようと手探りしているとき、ある日付が頭をよぎった。バネッサのファイルにある彼女の誕生日だ。その数字を打ち込んだ。ドアがカチッと開いた。中ではバラの花びらが床一面に散らばり、寝室へとまっすぐに続く道を作っていた。その奥からバネッサのくぐもった喘ぎ声が聞こえた。彼らはそこにいた。薄暗がりの中で彼女の上に乗って動くブランドン。彼らは私を見た瞬間凍りついた。